皆さんこんにちは。シリコンバレーでセールスエンジニアをしているリリーです。今日はアメリカで日帰り手術を受けたら1000万円請求されたという実話をもとに、アメリカでの医療費と医療保険についてお話ししたいと思います。私の反省をもとに、これからアメリカで手術を受けようと思っている方へのアドバイスと、あと後半に節税方法についても紹介しているので、ぜひ最後まで見てみてください。私は日本からアメリカに来る直前の健康診断で、ある臓器に腫瘍が見つかりました。で、日本でその腫瘍を取る手術ができたら一番良かったんですが、渡米の時期が迫っていたのと、あとそこまで1週間2週間を争うような緊急性の高い腫瘍ではないので、渡米してからアメリカの現地のお医者さんを見つけて手術をしてもらってくださいというお話を先生からしていただいたので渡米してきました。早速ここでアドバイスなんですが、渡米予定のある方はとにかく日本にいる間に心配の種となるものは取り除いておいた方がいいです。具体的には半年前には健康診断を受けておいて、もし精密検査が必要になっても一連のプロセスを日本で受けられるようにしておくですとか、あとは外でも気になる症状があったらお医者さんにかかっておくということをお勧めします。で、私の場合はそんな背景だったので、アメリカに来てからは自分が勤務しているアメリカの会社のプランをいち早く調べて、でそのプランに加入して、そのプランがカバーしてくれる近所のお医者さんを見つけて、早く先生にかかりたいなというふうに考えてました。アメリカってそういう医療保険の会社がすごくたくさんあるだけじゃなくって、各医療保険会社の中でも保険の種類というのがたくさんあります。例えば PPO とか HDHP とか HMO って言われるやつなんですけど、それぞれちょっとずつ毎月の拠出金額が違ったりとか、カバー内容が違ったりするんですね。そういう保険の選び方についても動画にまとめようと思ってるので、アップしたら概要欄に貼っておきます。私が選んだのはユナイテッドヘルスケアの PPO というプランです。平たく言うと、月々の拠出金額が少し高い代わりに、病院に行った時に窓口で支払う金額は低めというプランにしました。ここで2つ目のアドバイスなんですが、アメリカで就職するときはどうしても仕事の内容に目が行きがちなんですけど、福利厚生の一環として医療保険がどういう制度になっているか、どういうベネフィットがあるかというのを確認することをお勧めします。ご結婚されている場合は配偶者の方のプランに入ることもできるので、ご夫婦でそれぞれの会社のプランを比較して条件のいい方に家族全員で入るということもできます。で、その保険でカバーされる近所の先生を見つけることができまして、早速予約を取ってその先生のところに行きました。で、1回目は問診とエコーを取って、その腫瘍がどこの部位にあるかとアメリカの先生の所見がどうかという意見を聞きました。最初の訪問からエコーを取ってもらえた理由としては、日本にいた時の MRI の結果と血液検査の結果を事前にメールで送っておいたので、それを先に見てもらえたので、当日1回目ですけど、エコーも取りましょうということになりました。で、2回目の訪問ではその腫瘍を切除しましょうということになったので、日帰りの手術になります。手術内容は腹腔鏡手術です。で、手術の手順としてはこういう流れになりますといった、具体的な手術の説明をしてもらったのが2回目の訪問でした。3回目の訪問は手術の直前にスケジュールされていて、体調がどうかとか何時間前から絶食しなきゃいけないといったカウンセリングを行ってもらったのが3回目でした。で、実際の手術は普段その先生のオフィスに行っていたところとはまた別のもっと大きな総合病院のところに行きまして、その総合病院の方が腹腔鏡手術だったりとかの機械が備えられているので、そちらで手術を受けました。で、朝の7時半からですごく早かったんですけど、普段見てくださってるその先生をはじめ病院のスタッフの方も本当にいい方たちばかりですごい安心できますし、ありがたいことに手術も無事に終わりました。アメリカの手術ってすごく不安だったんですけど、終わってみたらもうすごくいい経験だったなと思って、すごくホクホクした気持ちだったんですね。で、私すっごく重要なことを忘れていて、請求される金額に関して全く考えてなかったっていうのが本当に大きな反省です。なのでお伝えしたいアドバイスは、手術を受ける病院に電話をして手術がいくらくらいになるかを聞いておく。
それから保険会社の方にも電話をして、こういう手術を受けようと思ってるんですけど、自己負担金額っていくらくらいになりますかっていうのを電話で聞いておいた方がいいです。で、私はそういうのを一切せずに手術を受けてしまったので、後から請求された金額にめちゃくちゃびっくりするということになってしまいました。で、その後ですね、術後の経過も順調で、ちょうど1週間すると仕事に復帰することもできました。で、それぐらいの頃にメールでユナイテッドヘルスケアから連絡が来て、あなたのクレーム請求書が準備できましたというメールが届いたので、ウェブサイトにログインして見てみたんですね。そしたら、その手術の請求金額の総額が9万ドル以上でした。日本円で約1000万円ちょっとですね。もうびっくりしすぎて、桁を数える指がもう震えて、最初パニックになりました。ほんまに破産しちゃうんやけどって思って、焦りつつも少しずつ下の方を見ていくと、プランディスカウントというところが加入している保険プランによる割引なんですけど、それが約4万ドルあるということでした。そもそも保険によって割引があるということに驚きなんですけど、さらに下を見ると、プランペイド、つまり保険会社が支払ったのが4万7000ドルで、最終的に私に支払い義務があるのは2400ドルとのことでした。もし本当に保険に無加入でこの手術を受けていたら、1000万円支払わないといけなかったので、アメリカでの医療保険のありがたさというのをひしひしと実感しました。それでも冷静に考えて2400ドルって約30万円くらいなんでめっちゃ高いじゃないですか。で、これって本当に全額支払わないといけないのかなと思ってようやく焦り始めまして、で、そこで初めて自分のプランを具体的に調べ始めました。するとお給料から天引きされる月々の加入金額が高い代わりに、年間の自己負担金額は2500ドルまででいいですよといったプランだったということが分かりました。年間のというのは1月から12月のサイクルで、私が手術を受けたのは12月でした。なので、よく言えば1000万円最初請求されてたけど、2500万円の自己負担金額で済みましたという言い方になるんですが、悪く言えば年間の最後の最後で年間の上限金額の25万円に達したので、ちょっともったいなかったなということになります。なので、この経験からのアドバイスとしては、私の場合は健康に関する不安がなくなったので、決して後悔はしてないんですけど、もしあなたの手術がそこまで急を要するものではなくって、少し逃せるのであれば、できれば年初に手術を受ける方が、その年間の上限金額に早く達することになるので、お得になります。で、最後に節税についてお話ししたいと思います。アメリカには FSA または HSA と呼ばれる医療費免税制度があります。これは課税までの収入を医療費の支払いに充てられるという節税プランのことです。アメリカの会社には福利厚生の一部として HSA または FSA を提供していることがあります。私の会社の場合、ユナイテッドヘルスケアの PPO プランを選択すると、年間で2750ドルまで非課税でこの医療費を拠出することができました。なので、今回手術費用でかかった自己負担金額は2400ドルだったんですけど、この FSA から支払うことができるので、自分のお金ではあるんですけど、少し節税することができました。なので、自分の会社、または配偶者の方の会社で FSA、HSA があるかどうか。である場合には、いくら拠出しているかというのを確認することをお勧めします。私の経験からのアドバイスをまとめると、一つ目は、なるべく日本にいる間に治療するということ。二つ目は、アメリカで就職するときには、医療保険制度についてもしっかりとチェックしておくこと。三つ目は、手術の合計金額の想定と自己負担金額を確認しておくこと。四つ目は、無理は絶対に NG ですけど、もし可能であれば、年初に手術をスケジュールすること。五つ目は、HSA または FSA があれば、その口座を活用するということです。皆さんも健康なアメリカ生活をお過ごしください。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。